Learn with us at Japanese Journey。 皆さん、こんにちは。今日は私の一日を紹介したいと思います。私は両親と弟、ペットの犬と共に暮らしている高校生で、今日は放課後に友達と遊びに行きました。特別なことはない普段通りの一日でしたが、よろしければ聞いてください。それではどうぞ。2025年5月15日木曜日。外は曇り空でしたが、午後から小雨がぱらつきました。今朝は6時に目が覚めましたが、まだ眠気が残っていたため、コーヒーを入れてゆっくり飲みました。今日の朝食は母が作ってくれました。メニューはトースト、目玉焼き、野菜サラダ、そしてヨーグルトです。弟は寝坊したせいで慌てて食べていましたが、父は休みの日らしく新聞を読みながらのんびり過ごしていました。学校へ行く前に最近飼い始めた柴犬の小太郎の散歩に行きました。小太郎は興奮しやすくリードを引っ張るので大変でした。駅までの道のりで雨が降り始めたため傘を差しましたが、到着する頃には止んでいました。学校では昨日の数学のテストについて友達と話し合いました。問題が難しかったようで、みんな全然できなかったと言っていました。昼休みに図書館へ行き、韓国ドラマの影響で興味を持った韓国語の教材を借りました。3時間目の体育ではバスケットボールの試合があり、チームメイトと協力して勝つことができ、嬉しかったです。放課後、友達とカラオケに寄り道しました。私がレモンを歌うと、友達は感情がこもっていて上手と褒めてくれました。一方、友達の猫はとても上手で驚きました。帰り道、スーパーへ行き、母から頼まれたじゃがいもと人参を買いました。家に帰ると、母はまだ仕事中で、弟はゲームに夢中で、父はソファーでうたた寝をしていました。私は宿題を終わらせた後、小太郎の餌やりと散歩をしました。6時半に母が帰宅し、家族でカレーライスを食べました。父は辛さがちょうどいいと言いながらおかわりをしていましたが、弟は辛くて舌が痛いと文句を言っていました。夕食後、韓国語の勉強を始めました。単語を覚えるのに苦戦しましたが、ドラマのセリフを思い出しながら楽しく勉強できました。弟はリビングでサッカーの試合動画を大きな音で再生していたので、
集中するのが大変でした。母は明日の会議資料を作成するため、パソコンに向かっていました。夜10時、シャワーを浴びてベッドに入りました。今日は疲れたけれど、友達や家族との時間が心地よく、いい一日でした。明日も頑張ろうと思います。おやすみなさい。いかがでしたか？このスピードは聞き取りやすかったですか？次に話してほしい動画のトピックがあれば教えてください。旅行の話、日本の伝統文化、日常生活で使える会話、その他コメントで教えてください。皆さんの感想やリクエストをお待ちしています。Thank you for watching until the end. See you soon. またねー。